これから懲戒試験を始めます。懲戒試験のページを見てください。J テスト実用日本語検定音量調整 J テスト実用日本語検定音量調整 1J テスト実用日本語検定音量調整 2J テスト実用日本語検定音量調整 3J テスト実用日本語検定音量調整これで音量調整を終わります。これで音量調整を終わります。聞こえない人は手を挙げてください。これから懲戒試験を始めます。1、写真問題。写真を見て質問に答えてください。一つの写真に問題が一つか二つあります。はじめに写真について質問をします。その後で文を4つ言います。4つの中から最も良いものを一つ選んでください。文は一度しか言いません。まず、例題をしましょう。例題の写真を見てください。例題1。これは何ですか？ 1、コップです。2、椅子です。3、ノートです。4、カメラです。例題2。これで何をしますか？ 1、座ります。2、字を書きます。3、水を飲みます。4、写真を撮ります。最も良いものは、例題1は1、例題2は3です。ですから、例題1は1、例題2は3を例のようにマークします。問題は1から10まであります。それでは問題を始めます。A の写真を見てください。問題1。誰がいますか？ 1、老人です。2、赤ちゃんです。3、少年です。4、お嬢さんです。問題2。何をしていますか？ 1、居眠りです。2、演奏です。3、柔道です。4、読書です。B の写真を見てください。問題3。何をしていますか？ 1、リンゴの丸かじりです。2、リンゴの千切りです。3、リンゴの収穫です。4、リンゴの処分です。問題4。正しい説明はどれですか？ 1、額を出しています。2、目を見開いています。3、手を貸しています。4、皮ごと食べています。C の写真を見てください。
問題5。どんな場所ですか？ 1、商業施設です。2、住宅街です。3、紛争地帯です。4、空き地です。問題6。正しい説明はどれですか？ 1、人通りが多いです。2、道幅が広いです。3、傾斜が急です。4、立派な門構えです。D の写真を見てください。問題7。手前の女性は何をしていますか？ 1、脱退です。2、設立です。3、挙手です。4、合併です。問題8。どんな時これをしますか？ 1、昇格が決まった時です。2、申請が必要な時です。3、妥協する時です。4、発言したい時です。E の写真を見てください。問題9。部長に質問があります。こんな時、何と言いますか？ 1、部長、伺いたいことがあるんですが。2、部長、おっしゃいたいことがあるんですが。3、部長、お聞きになりたいのですが。4、部長、尋ねていただきたいのですが。F の写真を見てください。問題10。忘れていたことを謝ります。こんな時、何と言いますか？ 1、大変失礼いたしました。どうぞお構いなく。2、恐れ入りますが、ご放念ください。3、失念しておりました。申し訳ございません。4、紛失してしまいました。お詫び申し上げます。2、聴読会問題。最初に質問を2つ言います。話や会話を聞いて、問題用紙の1、2、3、4の中から最も良いものを1つ選んでください。文は一度しか言いません。まず、例題をしましょう。例題を見てください。男性と女性が会社のロゴの位置について話しています。例題1。男性はどの位置がいいと言っていますか？例題2。女性はどの位置がいいと言っていますか？名刺のデザインを変えるんだけど、会社のロゴの位置はどこがいいと思う？住所の前がいいんじゃない？でもそれじゃあ目立たないよ。会社名の前に大きく入れたらどう？ロゴは控えめに住所の前にある方がいいわよ。例題1。男性はどの位置がいいと言っていますか？例題2。女性はどの位置がいいと言っていますか？最も良いものは、例題1は2、例題2は3です。ですから、例題1は2、例題2は3を例のようにマークします。問題は
11から20まであります。それでは問題を始めます。G を見てください。会社で男性と女性が話しています。問題11。男性は最初、佐藤社長をどの席にしていましたか？問題12。女性はどこに座りますか？宴会の座席をこれでいいかな？佐藤社長は一番上座にしないといけないんじゃない？うん。だから入り口から一番遠い席にしたんだけど。一般的にはそうだけど、和室の場合は床の間がある方の中央が上座なんだよ。ああ、そうなの？じゃあ、ここが佐藤社長で、その正面がうちの課長ね。私は課長の隣にしといて。わかった。僕は一番下座ね。問題11。男性は最初、佐藤社長をどの席にしていましたか？問題12。女性はどこに座りますか？H を見てください。女性と男性が話しています。問題13。男性の友人はどの理由に当てはまりますか？問題14。女性が共感する理由はどれですか？昨日テレビでやっていたネットカフェ難民の特集を見たんだけど、東京都内のインターネットカフェで寝泊まりしている人が1日あたり約4000人いるんだって。98% が男性で、年代は30代が一番多いみたい。30代男性？人事ではないね。住む家を失った理由の半数が失業や退職で、仕事を辞めた後は不安定な仕事に就く人が多いそうよ。僕の友達でも一時期ネットカフェに寝泊まりしていた人がいて、彼は仕事を辞めて会社の寮を出たのがきっかけだったらしい。仕事以外の理由では、家族との関係悪化や借金トラブルなんだって。もし私がネットカフェに寝泊まりするとしたら、家族との関係悪化が原因になりそうだから、共感を覚えるわね。ご主人とうまくいってないの？今は大丈夫。でも、帰る実家ももうないし、仕事もパートだし、不安だな。問題13。男性の友人はどの理由に当てはまりますか？問題14。女性が共感する理由はどれですか？愛を見てください。大学の教授と女性が話しています。問題15。教授が学生に勧めている留学機関はどれですか？問題16。教授の学生が今行っている留学機関はどれですか？新聞社の調査によると、大学生の留学期間は2週間未満が 29%、2週間から1ヶ月未満が 34% で、1ヶ月未満という人が3分の2を占めているそうです。
短いですね。ええ、私も同感です。留学というからには半年以上は行くべきだと思います。ですから、私のゼミの学生にもそう勧めています。先生の学生さんたちは長期留学する人が多いんですか？いえ、それが就職活動が心配だから、費用がかかるからといって、長期留学には消極的なんです。そうなんですか。大学側も学生のニーズに合わせ、1ヶ月未満の短期留学プログラムを充実させています。なかなか興味深い内容になってはいるんですが、やはり短すぎですね。短期留学が長期留学のきっかけになることもあるのではないでしょうか。そうですね。実は今、ゼミ生で3週間の短期留学に行っている学生が1人いるんです。3週間では短いと思っているかもしれませんよ。ええ、帰国したらどんな経験をして何を思ったか話を聞いてみたいと思います。問題15。教授が学生に勧めている留学期間はどれですか？問題16。教授の学生が今行っている留学期間はどれですか？J を見てください。会社で産業カウンセラーと女性が話しています。問題17。女性がやっていることはどれですか？問題18。女性がこれからやろうとすることはどれですか？どうしましたか？自分では特に自覚がないのですが、課長にカウンセリングを受けてこいと言われたものですから。そうですか。お仕事内容は？営業です。最近ミスが多くて、取引先から怒られることが多々あるんですが、それは自分の責任ですし。ミスが多いのはストレスが溜まって心身の不調を招いているからかもしれませんね。あなたの上司はその異変に気づいて心配しているのでしょう。ストレスですか。私が推奨するストレス解消法はこちらです。どれか実践できていることはありますか？笑顔だけですね。営業職なので笑顔は心がけています。それはいいことです。ストレスの軽減に役立っていると思いますよ。でも他は運動してないし、食事も一人でコンビニ弁当だし、旅行も行ってないし、私最近移動で引っ越してきたので、こっちに友達もいなくて。そうですか。ではまず一人でもできることから試してみませんか？例えばウォーキングですとか。毎日ヘトヘトなので余裕ないですね。そうですか。では呼吸から。息を吸ってお腹を膨らませ、吐いてへこませて。それなら仕事中でもできますね。やってみます。問題17。女性がやっていることはどれですか？問題18。女性がこれからやろうとすることはどれですか？K を見てください。女性が話しています。問題19。NLP の手法で必要な感覚は何ですか？問題20。ゆっくり丁寧に説明するのが効果的なのはどのタイプですか？
ウェブマーケティングやウェブ広告で成果を上げるために効果的な手法があります。NLP、神経言語プログラミングといって、人の思考が五感のうち、特に視覚、聴覚、触覚のどの感覚を最も優先しているかを推し量り、その感覚に訴えることで、相手の理解度を高めたり、感動を与えたりして、コミュニケーションを円滑にするというものです。ウェブサイトのユーザー層によって使い分ける必要があるんですが、例えば海をイメージするとき、視覚タイプは主に青い海や白い波、聴覚タイプは波や風の音、触覚タイプは体に当たる風を思い出します。では、それぞれのタイプにどのようなアプローチが効果的なのでしょうか。視覚タイプの人はグラフや絵、写真などを多用すると効果的で、聴覚タイプは理論的で一つ一つの言葉選びが重要。そして触覚タイプは直感的でゆっくり丁寧に説明を受けると印象に残りやすいとされています。商品がターゲットの心に強く印象づけられれば、成果を上げることにつながるでしょう。問題19。NLP の手法で必要な感覚は何ですか？問題20。ゆっくり丁寧に説明するのが効果的なのはどのタイプですか？3. 応答問題。はじめに短い文を一つか二つ言います。その後で一人がそれに答えます。1、2、3の中から最も良いものを一つ選んでください。文は一度しか言いません。問題だけ聞いて答えてください。まず、例題をしましょう。例題1。おはようございます。1、おはようございます。2、おやすみなさい。3、さようなら。例題2。お仕事は？会社員です。1、私も会社員じゃありません。2、私も会社員です。3、私も医者です。最も良いものは、例題1は1、例題2は2です。ですから、例題1は1、例題2は2を例のようにマークします。問題は21から40まであります。それでは問題を始めます。問題21。休憩は取りましたか？ 1、持っていますよ。2、はい、あります。3、いいえ、まだです。問題22。小銭ある？ 1、うん、今暇だよ。2、1000円札しかない。3、測ってみるね。問題23。メールがまだ届いてないんですが。1、至急送ります。2、先ほど合図を送りました。3、返却を忘れておりました。問題24。資料の印刷をお願いします。両面印刷しますか？ 1、はい、両方揃えてください。2、いいえ、片面でお願いします。3、はい、
片側です。問題25。この服ブカブカ。1、サイズが合ってないね。2、太ったんでしょ。3、試着してみたら。問題26。気が散って勉強できないよ。1、テレビ消そうか。2、電気つけようか。3、部屋散らかそうか。問題27。あ、しまった。1、よかったですね。2、どうしたんですか。3、開けましょうか。問題28。お仕事は順調ですか。1、自分なりに頑張っています。2、いいえ、サービス業です。3、順位はつけられません。問題29。どんな映画を見ますか。1、どんなディスプレイでも見られますよ。2、どんなツールでも大丈夫ですよ。3、どんなジャンルでも好きですよ。問題30。山田さん、また遅れたんだって。1、インパクトに欠けるよね。2、ロマンチックな人だよね。3、ほんとルーズだよね。問題31。全部本物でしょうか。1、偽物も混じっているようです。2、被害者がいるそうです。3、行方不明になっています。問題32。なんだかだるいな。1、大丈夫？休んだら？ 2、清潔だよ。3、勇ましいね。問題33。こちらのコートはお取り寄せになります。どのくらいかかりますか。1、ハンガーにかかっております。2、来週月曜日にお目にかかります。3、3日ほどかかります。問題34。前例にのっとってやるつもりです。1、それは思い切った考えですね。2、新しい試みをするんですね。3、それが無難でしょうね。問題35。これは男性用ですか。1、セクハラですよ。2、レディーファーストですよ。3、男女兼用ですよ。問題36。田中さんって本当に顔が広いですよね。1、ええ、彼の功績は大きいですよね。2、ゴルフで人脈を作るそうですよ。3、おつなぎしましょうか。問題37。彼は八方美人な感じがしますね。1、なかなかハンサムですよね。2、誰にでもいい顔をしますね。3、かなりの面食いですね。問題38。あの製品、製造中止になったんですね。ええ、売れ行きが鈍ってましたから。1、やむを得ませんね。2、製造が間に合わないんでしょう。3、高くつきますね。
問題39。これで前回のミスも帳消しだよ。1、取り返しがつかないね。2、挽回ってわけだね。3、まだ残しておいてよ。問題40。今日接客したお客様が気難しくて。1、無事に帰られました。2、いつでもいらしてください。3、何事も経験だよ。4、会話説明問題。会話や説明などを聞いて、後の質問に答えてください。質問は一つの問題に2つか3つあります。問題用紙の1、2、3の中から最も良いものを1つ選んでください。文は一度しか言いません。まず、例題をしましょう。佐藤さん、明日の会議の資料はできましたか？はい、できました。こちらです。じゃあ、10部コピーしておいてください。コピーする前に内容をチェックしていただけないでしょうか。ええ、いいですよ。お願いします。女性は男性に何をお願いしましたか？最も良いものは2です。ですから、例のように2をマークします。問題は41から55まであります。それでは問題を始めます。1、会社で女性と男性が話しています。この会話を聞いてください。今、どのくらい終わった？まだ半分です。その作業、何時から始めたっけ2時からです。？1時間作業して半分か。じゃあ、全部終わるのは4時になっちゃうね。一人応援を呼ぶから、あと30分で終わらせて。はい、わかりました。問題41。今、何時ですか？問題42。男性はこの後どうしますか？2、男性と女性の会話を聞いてください。伊藤さん、印象に残っている先生っている？うん、書道教室の先生。どんな先生だったの？一言で言えば、個性を大切にしてくれた先生かな。へえ。同じ教室に通ってた田中くんって子がとても上手で、それで先生に彼はどうやって上達したのか聞いてみたの。そしたら先生が書いたお手本を紙の下に敷いて上から写して練習しているって教えてくれたんだ。伊藤さんもその方法を試してみたの？先生に止められた。私がその方法をすると書いた字の活気がなくなっちゃうからって。私の字は元気さと勢いが魅力だから、正確に真似しようとしなくていいって。ああ、なるほど。伊藤さんの字、のびのびしてるもんね。田中くんはきちんと美しく書くことが彼の良さで、私の場合は勢いと活気。
子供の頃に一人一人に合う方法を教えてくれる先生に出会えて、私は幸せだったと思うわ。問題43。田中君について会話の内容と合っているのはどれですか？問題44。女性について会話の内容と合っているのはどれですか？3. 女性と男性の会話を聞いてください。政府が企業の地方移転を推進していますが、現状はどのようになっているでしょうか？移転した企業へ税の軽減を行うなどの政策をとっていますが、あまりうまくいっていないですね。その理由としてどのようなことが考えられますか？移転費用なども問題ですが、ここまで IT 化が進んでもなお、会って話すということの重要性がビジネスの現場から消えていないようです。なるほど。そもそも地方を元気にしようということで始まった政策ですが、こういった政策は意味があるとお考えですか？ええ。人材が都市部に吸い取られるという構造は、どこかで終わらせなければならないと感じています。問題45。政府は企業の地方移転をどのように支援していますか？問題46。政府が地方移転を推進する理由は何ですか？4. 男性と女性の会話を聞いてください。浅田さん、サマータイムという言葉を聞いたことがありますか？日の出の時刻が早まる夏の時期に時計の針を進めて太陽の出ている時間を有効に利用するという制度ですよね。ええ。欧米では取り入れている国も多いようですが、どう思いますか？いいんじゃないでしょうか。明るい時間を有効に使えば照明の節約になりますし、日の出とともに起きるというのは生き物にとって理想の生活ですよね。私は早起き得意ですし、仕事後に外が明るければ大好きなテニスやゴルフを楽しめそうですし。僕は反対なんですよね。起きる時間が早くなったり、体が慣れた頃に夏時間が終わって元の生活に戻ったりすると体調を崩しそうです。実際、ヨーロッパでも最近は健康面での心配からサマータイムの廃止を求める声が広がっているそうですよ。そうなんですか。それに、サマータイムを取り入れるには様々なコンピューターシステムを更新する必要があるでしょう。手間や費用も相当かかりますよ。ああ、そうですね。まあ、僕は早起きが苦手というのが一番の反対理由なんですけどね。問題47。女性はサマータイムに賛成ですか？反対ですか？問題48。男性がサマータイムに反対する理由に当てはまらないものはどれですか？
問題49。会話の内容と合っているのはどれですか？5、女性の話を聞いてください。10月17日から全国で始まる薬と健康の習慣の一環として、東京都ではお薬講座を開催します。この機会に薬を飲む目的や薬との付き合い方を見つめ直してみませんか？講座では自分に合った薬の使い方や薬局の活用法などについて薬剤師がわかりやすく解説します。開催場所は健康安全研究センター。日時は10月18日午後2時から2時間を予定しています。参加は無料。対象は都内在住あるいは都内在勤の18歳以上の方です。ご希望の方は往復はがきまたは東京都のホームページからお申し込みください。締め切りは10月3日です。はがきは当日消印有効とさせていただきます。希望者多数の場合は抽選となります。たくさんのご応募をお待ちしています。問題50。何について話していますか？問題51。参加資格について話の内容と合っているのはどれですか？問題52。話の内容と合っているのはどれですか？6、男性の話を聞いてください。日本ではシングルマザーの貧困が問題になっています。2017年の厚生労働省の調査によると、シングルマザーの平均年収は223万円です。5割以上が非正規雇用で、貧困率は6割に上ります。これは女性の賃金そのものが安いことと関係しています。日本では年収200万円以下で働く女性の割合が4割を超えています。特に子育て中の女性の賃金は男性より6割も低いのです。日本では男性が稼ぎ、女性が家事と育児をするというシステムが根強いからでしょう。子育て中の女性には賃金の安い非正規の仕事以外は見つけにくい傾向があります。その中でシングルマザーは子供を育てるために収入を得なければなりません。相談窓口を設けて就労支援を行う自治体も増えていますが、家事・育児と仕事の両立で忙しいシングルマザーにはあまり認知されていません。まずはこれらの認知度を上げていくことから始めなければいけないでしょう。問題53。日本のシングルマザーについて話の内容と合っているのはどれですか？問題54。シングルマザーの貧困について何が原因だと言っていますか？
問題55。シングルマザーの貧困について、どのような対策が必要だと言っていますか？これで懲戒試験を終わります。